これよりカスタムズ初回偵察任務のブリーフィングを開始する。本作戦の目的は PMC としてカスタムズに出撃した際の現在地把握及び帰還方向の確認である。今後同マップにおける任務遂行の機会は増加するものと想定される。また、物資調達及び各種任務の達成においても、本地域の地形把握は不可欠である。そのため、本作戦では詳細な物資回収地点、タスク地点、積極的交戦地点の確認に先立ち、現地到着後の現在地把握及び確実な帰還経路の確保を最優先事項とする。各員まずは生還を前提とした行動基準を確立されたい。なお、本作戦における東西南北の呼称は、配布地図右上の方位表示を基準とする。各員以降の説明は本方位に従って解釈されたい。カスタムズは税関ターミナル、工業施設、燃料貯蔵施設、社員寮などを含む地域である。本地域は物流、通関、工業施設が混在しており、複数の任務遂行及び物資調達の対象地域となる。現場付近は特徴的な地形をしている。まず幹線道路が東西に伸びている。また、現地東側には南北に川が流れており、移動経路を大きく制限している。さらに北部付近から線路が伸びている。地図北側末端を通る線路と地図を縦断する線路が存在するため、方位確認の目印として利用可能である。また、一部の建物には列車が乗り入れられるよう設計された区域も確認されている。各員線路及び鉄道施設を現在地把握の補助情報として活用されたい。作戦開始時の投入地点は状況により変動する。まず投入直後、HUD に表示される脱出口、すなわちエクストラクション一覧を確認されたい。表示される脱出口にはトレーラーパーク、または ZB1011 のいずれかが含まれていることが多い。カスタムズにおいて作戦開始地点は脱出口とは反対側に設定されることが多い。そのため、表示された脱出口により、自身が地図上の東西いずれに近い地点に投入されたかを推定できる。トレーラーパークが表示されている場合、現在地はおおむね西側である可能性が高い。ZB1011 が表示されている場合、現在地はおおむね東側である可能性が高い。また、投入地点周辺の地域も現在地把握に有効な情報である。投入地点が森林地帯であれば、幹線道路の南側にいる可能性が高い。工場地帯、倉庫群、または建物内であれば、幹線道路の北側にいる可能性が高い。各員脱出口一覧と周辺地形の2点を総合し、まずは自身が地図上のどの地域に投入されたかを推定されたい。次に現場付近の特徴的なランドマークについて説明する。各員これらの特徴を把握し、投入地点の詳細な位置確認に役立てられたい。北部外周には青色の帯が入った大型建造物が確認できる。当該建造物は作戦区域外に位置するものの、遠方からの視認性が高く、北方向を判断するための目印として利用可能である。次に南部には社員寮が存在する。当該地域において他に類似する居住施設は少なく、特徴として把握しやすい。また、森林地点の中に建造されているため、周辺地形と合わせて記憶しやすいものと思われる。河川の東側には現地通信においてビッグレッドと呼称される大型赤色倉庫が存在する。当該建造物は東側地域を把握する上で重要な目印である。地図の西端にあたる地域には、サイロ状の大型建造物が確認できる。こちらも作戦地域内では特徴的な構造物であり、西側地域の位置把握に利用可能である。最後に幹線道路に隣接してガソリンスタンドが存在する。こちらはニューガスステーションと呼称される。特徴的な建物ではあるが、当該地域の北端付近に存在するオールドガスステーションとは別の施設であるため混同しないよう注意されたい。次に東西方向の主要移動ルートについて確認する。表示されている映像は偵察隊が本作戦資料作成のため、事前に危険地域へ侵入し撮影したものである。まず西側から幹線道路を東側へ進行した映像を確認する。次に逆方向である東側から西側へ進行した映像を確認する。
続いて幹線道路北側、壁を隔てた工場群を通るルートを西側から東側へ確認する。最後に同ルートを東側から西側へ確認する。本部への映像送信以降、当該偵察隊の消息は不明である。各員同地域を通過される際は十分に警戒されたい。次に渡河地点について確認する。表示されている映像は河川を横断可能な地点を偵察隊が撮影したものである。便宜上、北部より順にルート1、ルート2、橋上を通るルート3、最後に橋の直下を通るルート4とする。ルート1、ルート2、およびルート3の橋上は開けた地点である。周囲から視認される可能性が高いため、通過時は十分に注意されたい。ルート4は橋が遮蔽となるため、比較的安全と考えられる。ただし、安全が保証されるものではない。渡河時は周囲を警戒し、細心の注意を持って行動されたい。なお、本映像を撮影した偵察隊についてもその後の消息は不明である。各員くれぐれも警戒を怠らないよう注意されたい。次に、スナイパーの存在が確認されている地点について説明する。まず、線路を北上した先については、連絡手段が確立されたもののみ通行が許可されている。グリーンフレアを打ち上げない限り、境界スナイパーにより射殺される危険があるため、十分に注意されたい。また、建物上の塔、建物屋上、および監視塔上の建造物には、現地武装勢力によるスナイパーの配置が確認されている。ボイラービルディング、インダストリアルプラント、5番ウェアハウス、西側スナイパー監視塔などが該当地点とされる。現場付近を通過される際は、情報からの車線に留意し、必要に応じて対象の排除を含む対処を行われたい。なお、該当箇所は各員の手元資料にある作戦地図上に丸に十字のマークで表記されている。事前に位置を確認し、該当地域を通過される際は十分に警戒されたい。カスタムズ北部の建物群及び南部の社員寮付近、さらにニューガスステーション付近では強力な武器を装備した敵性存在の活動が確認されている。これらの敵性存在は死人後に追跡行動を取るとの情報もある。任務初期段階においてこれらとの交戦は推奨しない。各員該当地域では不要な滞在を避け、接敵の兆候を確認した場合は交戦よりも離脱及び帰還を優先されたい。なお、配布地図上のチェスのキングのマークは強力な敵性存在の活動確認地点を示すものである。各員事前に該当地点を確認し、任務初期段階においては不用意な接近を避けられたい。以上をもってカスタムズ初回偵察任務ブリーフィングを終了する。各員情報の把握に努め、無事帰還されたい。健闘を祈る。